子供の頃、初めての委託の鳩レースで、全国優勝を獲得した韮塚昭夫さん。その後、思春期を迎えた彼は、自らが作り上げたレースバトで、次々と好成績を残していった。やがて、青年となった彼は、将来への夢を抱くこととなる。そのきっかけは、鳩レースを趣味とする、ある競走馬の名伯楽だった。鳩レース。それは、鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが、競争というドラマを繰り広げる、熱き戦いである。藤沢和夫 JRA 日本中央競馬会で歴代2位となる通算1570勝うち10勝126勝という成績を残した言わずと知れた競馬界のレジェンドである。北海道苫小牧市出身の彼は1978年秋の天皇賞を制した競走馬天明などを生み出した藤沢牧場の4番目の息子として生まれた。この牧場での思い出というものは何かございますか？そうですね。たくさん農耕馬もいたし、牛もいたし、いろんな動物いたんで嫌いではなかったですよね。はい。そうですね。中学校の頃から手伝わさせられたり、牧草狩りを手伝わさせられたり、みんなと一緒に遊べなかったのが残念なだけで。はい。きっかけっていうのは何だった？きっかけはね、なんかはっきりしないんですけど、羽原くんとかね、仲間何人かで、当時流行ってたんじゃないですかね。若い人たちがレースバトを買うっていうのがね。やっぱその当時のブームで。そうですね、はい。竹浦かどっかに鳩をたくさん飼ってる人がいて、なんかその人のとこ遊び行った記憶はありますよね。子供の時というのは。はい。やはり綺麗だなと思いましたよ。はい。それぐらいの印象だったね。はい。普通のドバトとはちょっと。藤沢さんがレースバトを飼い始めたのは中学生の頃。当時は東京五輪の開会式の放給により、鳩レースブームの最中だ。少年だった彼がレースバトを飼育し始めたのは時代の流れだった。そして隣同士で牧場経営をしていた一家の子供だった幼なじみの羽原義和さんと共に地元の鳩レース団体へ入会。北海道松前からの200キロレースや海越えとなる東北地方からの300キロレースも経験した。だが、当時のレースバトとの関わりは短いものとなる。高校進学とともに、家族からの反対があり、鳩飼育を中断してしまったのだ。どうやって鳩を？いや、それがちょっと記憶ないですね。誰か先輩が飼ってたのか、その竹浦の人からもらったのか、確か海越えのレースまではやった記憶あるんですよ。はい、子供を取って海越えのすぐ苫小牧っていうのを函館がやってすぐいきなり海越えなんですよ確か。確か300キロぐらいだと思うんだけど、いやただ気に入った灰のメスがいて、はい、その子供を期待して函館のレースへ出したら遅く帰ってきた記憶があって、それでその後確か青森か辺から話したんだけど300のレースだったんですよ。それでその鳥はいなくなっちゃって一番期待してない鳥が
帰ってきたっていう記憶だけぐらいしかないですね。はい。自分の思いとは裏腹に。そうそうそう、見栄えのいい鳥はダメだったっていう記憶は、その最初の印象ですよね。最初当時の。そのレースまでやって、すぐ高校になって、親父に言われてやめたんですけど、そういう記憶はありましたね。はい。やっぱり鳩を夢中になってやるから勉強もしなきゃいかんし、まだ後からやったらいいんじゃないかって父親が言うことで、あまりのめり込まないようにっていうことであれだったんですよね。おそらく鳩に夢中になってる姿を見て親は心配したんじゃないですか、きっとね。最後にはそれでもそんなにいなかったよね。それでも20羽ぐらいになってたのがね。はい、寂しかったですよ、やっぱり飼ってたからね。はい。すべての愛球を譲り渡した藤沢さんは、レース鳩への思いを断ち切ったはずだったが。小屋があったんだけど、帰ってきちゃうんだね、鳥がね。だから小屋に入ってしまったり、猫に取られたりかわいそうなことになるからっていうことで、小屋を撤去してしまった記憶がありますよ。それから帰ってきてもすぐまた今の家に帰るようになったんで、よかったなと思って、はい、そうだから帰ってきた時なんかはきっと今いるとこでなんか怖いことがあったり嫌なことがあって帰ってきたのかなと子供の頃にそう感じたことありましたよね。迷い鳩がレース鳩が本州のレース鳩が間違って入ってきて慣れたかなと思っていたら突然昔の自分の家に帰るみたいに後ってそういう習性があるのかなと思ってその当時から感じてたんですよね。はい、その後大学に進学した藤沢さんは教職課程を履修。だがそのまま教員として就職することをためらい父親の友人であった田中義隈氏が営む青蘭牧場で馬産の手伝いをするようになる。後に競走馬の名伯楽として名を馳せる藤沢さんだが、この頃はモラトリアムの最中だったのか、この仕事は将来の進路を決めるまでの腰掛けだったという。最初は教員になりたいっていうよりも勉強してなかったんでやはり教職課程でも取れば少し勉強するだろうと自分なりに単位が足りなかったんだけどその分学校行く機会が増えたんで教職課程を受けたんです。それで実習行ったんですけどちょうど多感な子どもたちの中学校の実習だからそうすると黒板に私なんかこう書いたら先生その書き順が違うって言われたり必ず 2,3 人へりくつをこう喋る子供が必ずクラスにいるんですよね。そういうのを見たりやったりしてるとなんか自分でやっぱり教職っていうのは大変な仕事だし多感な子供たちにものを教えるっていうのは大変だなと思ってこれは私する仕事じゃないなと思って教職は一応免許はいただいたんだけど受けなかったですよね。はいそうそう近くなんで父親が知り合いっていうか近所だからねよく知っててそれで人手がなかったんで手伝いにそこへ1年行ってたんですけど。これはどういった形お手伝い厩務員。そうです僕です。はい。紹介された牧場で働き始めた若き日の藤沢さんだったがここで人生の大きな転機が。そうですね青蘭牧場の社長も獣医さんでイギリスから馬を買ってきて繁殖牝馬を買ってきてやってたんでイギリスはいいぞって言ってたんですよね。そこの社長さんがまだ私若かったからイギリスの競馬発祥の地だからねイギリスの競馬面白いぞとちょっと見てきたらいいんじゃないかと勉強しに行ったらいいんじゃないかっていう話になって私も行きたかったんでそれで彼に紹介してもらってやっぱり自分も行きたかったですよね。それで競走馬の調教日本の調教っていうのももちろん分かんないし本場のことを勉強したかったですよねやはりね。イギリスの厩舎に1年牧場に1年ということで
英語もあんまり話できなかったんですけど、イギリスに勉強に行ったんですけど、まだ20代はい前半で、で今おっしゃられた英語もいきなり海を渡っていく。その時はあれ父親は反対でしたよね。父親は行くのはダメだと、もうノーって言われて終わるからやめろっていう話で、それで母親が説得してくれたんだけど、西南牧場の社長と。今でも覚えてるのは、私の母親は和夫には和夫の夢があるんだからってこう父親に言ったんですけど、私の前で。父親は厳格な親父でね、何夢なんてのは寝ぼけたやつが見るんだっつって私怒られた記憶が本当だなと思いましたよね、今考えてみるとそんなに強くはないけど、母親とやっぱり行きたいっていうのは強かったから、母親と西南牧場の社長が父親に言ってくれて、説得してくれて、そんな時間かかったと思うけど許可を得ていったんだと思いますよ。はい。要は後ろ、そうですね。背中を押してもらったというか、だから母親にはもちろん感謝してますよ。はい。こうして母親や田中氏の尽力によりイギリスへ渡航した藤沢さん。競馬のメッカとして知られるサフォーク州ニューマーケットの名門ギャビン・プリチャード・ゴードン厩舎で4年間厩務員として修行の日々を送る。後に日本の競馬界において革命的と言われた彼の調教哲学や理論はここで培われたものだ。競走馬の道にということは考えてなかったですね。ただ子供だったから競走馬の勉強をしたくて本場で勉強しようということで行って調教の勉強をしてるうちに、もちろん馬もあまり乗ったことなかったから馬乗りから始めて、それで馬の調教っていうのはこれ面白いなということでずっと4年近くいたんですけど、もっといたかったんだけど、正直なとこイギリスで調教師になりたいなとか思いながら向こうの調教師と話しながら勉強させてもらってたんですよね。はい。結構ニューマーケットって競走馬の町で、そこには私は日本ですけどイギリスなんだけどアイルランド、フランス、オーストラリア、ニュージーランドいろんなドイツからも他のヨーロッパの国からもみんな勉強に来て、同じ年代の若い人たちが厩舎に勉強に来てたんで、すごくなんていうか友達が世界のいろんな国の人たちと知り合う機会がありましたよね。じゃあ同じような立場の人が世界中から集まってて。そうです。ありましたよ、やはり。それと競走馬って英語喋れないなんて私に言わないから、競走馬に私が何を喋っても自由じゃないですか。それはすごく助かったですよね。はい。気晴らしになったっていうか。向こうの人たちもまず競走馬に毎朝会ったらおはようからよく夜ゆっくり寝れたかとか元気かっていうそういう会話からスタートするから、それぐらいの会話は私も最初はできたからね、すごく良かったですよ。はい。よくしてくれましたよ、みんな。それでやはりいろんな人がいて、私の英語でもみんな理解しちゃうと中にはそれダメって理解しちゃダメなんだ、ちゃんときちっと喋らせろとかっていう厳しい人の友達もいたし、数の言うことは分かるっていう人もいるし、それじゃ分かんないってわざと意地悪にもっと専門的に話しろとかって教わったり楽しかったですよ、やっぱり。はい、じゃあもういろんなイギリスでの。そうですね。やはり言葉も喋れなかったですけど、やはりニコニコして楽しく競走馬をやろうと動物に触れようっていう習慣を身につけさせてもらいましたよね。はい、英国へ渡った藤沢さんは本場の調教に触れ、競走馬の調教師となることを決意。本格的にその人生の道を歩んでいった。やがて彼は革命的と言われる調教法で競馬界のレジェンドとなっていく。調教師の名伯楽が語る
競走馬に対するその熱き信念とは。次回レーシングピジョンストーリー若駒と請求編の2をお楽しみに。